はようございます。たかしです。本日は12月29日金曜日、ただいま10時3分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。年末年始に勉強していただけるようにお悩み解決動画集を作成しました。初心者から中級者の方がぶつかりやすい悩みの壁を休暇中に克服できるように動画でしっかり学んでいってください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在冷やしはほとんど動きがありません。動きがないと言いましても、かなり結構な値幅では動くんですが、大きく見ると今は平行チャンネルの下限に張り付いている、そこを下抜けるのか、そこからの反発上昇になるのかっていうところを現在は見ている途中です。昨日は強く下落しましたが、最終的には下髭を残した陰線となっております。本日ここから反発できるのかどうかっていうところですね。基本的には上値は重いんですが、やはり日足の平行チャンネル下限ということで、下がったところは買われやすい、そういう試合にはありますので、売っていく場合も買っていく場合も引きつけてトレードしていくことが大切です。では4時間足です。4時間足では3損をイメージしておりました。その3損のネックラインを昨日一旦下抜けたんですが、結果的にはその部分が騙しになって終わっております。基本的には日足もそうなんですが、4時間足も GMMA は下向きですよね。ずーっとこの青帯は下を向いておりますので、下落トレンド中。日足も4時間足も下落トレンドという中で、昨日は強く下落していたんですが、最終的には長い下髭の陽線で終えております。そしていつも言いますが、ストキャスティクス、昨日も下落途中だったんですね。昨日の下落っていうのは、ストキャスティクスが安値圏に入るための下落だったんですが、この安値圏に入ってしまえば、そこから売っていくのは危険です。いつも言ってますが、ストキャスティクスが安値圏に入っている時のショートエントリーっていうのは優位性がありませんっていう話をしますが、昨日はまさにそういう感じでしたよね。ここから昨日のこの長い下髭の陽線、これを買い足でショートエントリーした人っていうのは、今この上昇に捕まっていると思いますので、そういうところでエントリーするのはやはり危険なんですね。ですので、インジケーターにこうやって現れることっていうのは、もちろんイレギュラーもありますが、基本的にはそれに従ってトレードをしていくのが安全です。現在はストキャスティクス安値圏からゴールデンクロスしてきております。この黄色丸見ていただければ、過去のゴールデンクロスっていうのも比較的大きく上昇しているんですね。ですので今回もまずは GMMA の青帯ぐらいまでは上昇していくと考えておきたいです。先ほども言いましたが、 GMMA の青帯は下向きですので、今は戻り売りがメインシナリオですが、 GMMA の青帯を上抜けてきた場合は、一旦は直近の高値 182.2 付近、そのあたりを目指して上昇すると考えます。そしてこの3層の右肩を上抜ければもう一段上昇するんですけれども、上抜けられなければ昨日安値と3損右肩のこのてっぺんの間でのレンジも想定しておくのがいいと思います。本日は一旦は GMMA 付近まで上昇していくのを待ちたいですね。だいたい現在地で181円ぐらいというところが GMMA とぶつかるところですので、181円ぐらいまでの上昇を見ておきたい。そこから再び4時間足単位の下落になるのか、それとも3損の右肩のてっぺんを目指して上昇していくのかっていうところを見ておきたいですね。では1時間足です。昨日の下落はじりじりとずっと一辺倒に下落してきました。そこから最終この12時のローソク足ですね。ここで一旦安値を更新して、そこからの大きな上昇になっております。ここ安値の更新の仕方、この時間にトレードされていた方がいるかどうかはわかりませんが、この買い足で見ていてもこのあたり5分足とかでセリングクライマックスみたいな動きが起こっているんですね。ですのでその辺はいつも乗っていかないようにということも Twitter とかで投稿していると思います。逆に考えると、セリングクライマックスが起こっているということは、次は強めの反発上昇が来るかもしれないというところを見ておけると、今回のこの上昇に乗れたと思います。そしてここからの動きですが、この赤いラインを2本引いたんですが、これが意識されてくるラインという意味で引きました。ただこの上の方のラインですね、 180.363、 このライン、昨日の長い上髭陰線の先端になるんですが、先ほどの上昇でそこを上抜けてきました。ただ現在は GMMA の青帯にぶつかっておりますので、そこからの下落、ストキャスティクスも高値圏にありますので、そろそろ GMMA に接触しての下落っていうことも考えられます。つまりこんな黄色の矢印のイメージですね。ただ先ほど4時間足の GMMA が181円付近にあるっていう話をしましたので、そこまで戻ってくるのであれば181円がこの辺りなんですね。ですのでその場合は GMMA、 1時間足の GMMA の青帯を上抜ける、そしてここまで上昇してくれば、この GMMA の青帯を明確に
に上抜けますので、そうすると次の下落は GMMA にサポートされてもう一段上昇していくっていう、そういうイメージもできます。こんな感じですね。いつも描く図ですけれども、 GMMA の青帯を上抜けると今度 GMMA が徐々に上を向いていきますので、そこにサポートされて上昇していくっていうことが考えられます。そうすると先ほど3損の右肩と言ってましたこのあたりですね、182円付近を目指して上昇していくと思いますので、まずは181円ぐらいまでの上昇、そこからの下落が GMMA の青帯にサポートされるのであれば、そこからの再上昇で182円付近という、こういう緑の矢印のイメージを持っておくといいかもしれません。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円日足ですね。ここのところ話しているのはこの白の水平線です。139.5 付近ですね。このあたり、この白い水平線付近が一旦のターゲットになっていますよっていう話をしました。ただし買い足ではここちょっとずつこの下げ幅が縮小してますねっていう話も同時にしておりました。ですのでこの昨日の下髭とかを見てもずっとそうですよね。現在地付近から下っていうのはかなり買い圧力が強いのがわかります。全部下髭になっているんですね。ということは今ここまで下げられないってことは一旦上昇する可能性を考えておきたい。日足ストキャスティクスも安値圏、マクディもゴールデンクロスしてきております。どちらも雰囲気としてはすごく弱いんですけれども、やはりここまで下げ止まっているっていうことはもうそろそろ上昇してもおかしくないのかなという、昨日の長い下髭もありますし、ちょっとその辺は気にかけておく必要がありますね。どんどん下落する。現在は買い足では下落中、日足も下落トレンド中なんですが、どんどん下落するというイメージではなくて、そろそろ日足単位で反発上昇するんじゃないかというところは思っておくのがいいと思います。では4時間足です。昨日お話ししていたのがここの安値ですね。黄色丸をつけました。この安値、下げ幅が少し縮まってきましたねと。過去のこの下落のこの下落幅に比べて、今回この直近では下げ幅が縮まってきている。そして昨日も安値を更新しましたよね。この黄色丸に比べて安値は更新しているんですけれども、それでもかなり下げ幅っていうのは小さくなっている。なおかつここ長い下髭の陽線になってますよね。ローソク足が。こういうローソク足が出るとここからの反転上昇っていうところも考えておきたいんですが、まずは GMMA の青帯は下向きです。これはポンド円も同じ。つまり今は下落トレンド中ですので、下がったところから買っていくんじゃなくって上がったところから売っていくっていうのが基本的な考え方です。ただし現在はこの下げ幅も縮小してますので、もしかすると大きく上昇するかもっていうところも考えられますし、日足単位で大きく反発上昇しそうな雰囲気も出てきております。ただ明確に上昇するという形が何も出てないんですね。まだそういうサインはないんですが、雰囲気的にそろそろ上昇しそうな雰囲気もしておりますので、基本は戻り売りなんですが、ここから大きめの上昇するかもしれないっていうところは考えておくのがいいと思います。では最後に1時間足です。こちらもポンド円と一緒ですよね。昨日強く下落してきて最終大きく下落したんですが、そこから長い下髭での上昇になってきてます。これは4時間足も同じですね。ですのでこういうサインをもとにここからの上昇の流れに乗っていくことも可能ですが、今4時間日足ともに GMMA の青帯は下向きですので、基本は下落トレンド中。そう考えると上がったところを売っていく戻り売りの方が安全ではあるんですが、今1時間足の GMMA の青帯を上抜けそうなそんな雰囲気も感じますね。もちろんここから下落していくっていうことも考えられます。イメージはポンド円と一緒です。基本的には下落トレンド中ですので、上がったところを売っていくという戻り売りの考え方。ただしもしかすると大きく上昇するかもしれないという上位足の環境認識もありますので、その辺も考慮しながら戻り売り一辺倒で考えるのではなく、1時間足は確かに戻り売り、4時間足も日足も戻り売りなんですが、テクニカル的にはそろそろ反発上昇してもおかしくない、そういうところにありますので、売る場合も買う場合もしっかり引きつけてですね、現在の GMMA 付近から下落するなら戻り売り、そして GMMA の青帯を上抜けてくるのであれば、一旦はトレンドライン付近まで上昇していく可能性。このトレンドラインっていうのは4時間足で何度も過去下落してきたラインですので、この辺ぐらいまで上昇してくると比較的売り圧力は強く入ってくると思います。だいたい142円の後半ぐらいですね。逆に言えばそこまでは上昇するかもしれませんので、その辺の流れを見ておくのが分かりやすいと思います。ただし本日は金曜日、週末、月末、年末ですので、無理なトレードは控えていくのがいいと思いますので、年明けに嫌な気分を持ち越さないように、無理なトレード、分かりにくいところでのトレードはしないのがいいと思います。それでは今年も1年ありがとうございました。本日が一応今年最後の配信になると思います。明日もしかすると配信するかもしれませんが、ご挨拶忘れないように本日にしておきます。今年も1年間ありがとうございました。そして来年もよろしくお願いします。
それでは素敵な年をお迎えください。たかしでした。バイバイ。